こんにちは、ノブと申します。今回はインスブルックの北側にありますノルドケッテという山を紹介します。日本の配下の方々の中には、一度はアルプスのハイキングを楽しみたいという方も大勢いらっしゃると思います。そんな方々の計画を立てたりする何かの助けになれればいいなと思い、今回動画を作ることにしました。今ここはインスブルックの中央駅から山の上まで行きます登山鉄道って言いますかねの駅に向かって歩いているところです。今右に映っている建物はチロル州立博物館ですね。今回紹介するルートはノルドケッテの山頂の稜線をですねずっと歩いていくコースなんですけれども、クレタンシュタイグという日本ではおそらくあまり馴染みのない方法で稜線を縦走していきます。山でのクライミングに興味はあるんだけどハードルが高いなという方はですね、この方法を使っていただければある程度クライミングの要素のある山遊びができますので、そういった方には非常におすすめの方法です。今左にホーフブルック王宮があって、右に、インスブルック大学のキャンパスがありますね。でそこの道をずっとまっすぐ行くと左手に登山鉄道の駅が見えてきます。この鉄道を使って稜線まで行きますが、最初が、ケーブルカーで、その後、ロープウェイを2つ乗り継いで稜線まで行きます。チケットをホームページから買ってウォレットに保存することができますので、そのリンクを下に貼っておきます。この鉄道に乗っている時の様子はまた別の動画でアップする予定ですので、今回はその様子はスキップします。はい、ここはですねケーブルカーとロープウェイを乗り継いでもう稜線の上に来ています。左手の看板にトップオブインスブルックっていう文字が見えてますね。この日は本当に天気が良くて、眼下にはですねインスブルックの街並みが見えて、遠くにはアルプスの山々がですね見えてですね、本当に気持ちのいい日でした。時期はですね8月の中旬あたりです。今この正面に見えてきた稜線ですね、こちらは手軽にハイキングができるコースで、また別の動画で紹介しようと思っています。今回はこの今奥に見えてきた稜線ですね、こちらに向かいます。この奥に椅子があったりしますので、そこでクレタンシュタイグの準備をして岩場に向かいます。はい、ここからですね本格的なクレタンシュタイグのコースに入っていきます。ここから先の動画は随分揺れますので、画面用意をされる方は休みながらご覧いただければと思います。クレタンシュタイグはですね、本来ならザイルが必要なコースでも、このようにワイヤーを使って自分の安全を確保しながら岩場を登っていくという方法です。クレタンシュタイグのコースはよく整備されていることが多いです。このように足がかりが悪いところはステップが打ってあったりして特に怖い思いをすることなく岩場を登っていくことができます。クレタンシュタイグに必要な装備は大きく分けて3つあります。1つ目がヘルメット、2つ目がハーネス、そしてクレタンシュタイグセットと呼ばれるものです。このクレタンシュタイグセットはハーネスにつけることができるようになっています。2本の伸縮性のあるロープの先にですね2つのカラビナがついていて、それをワイヤーに引っ掛けながら、進んでいくことによって、もし仮に墜落したとしてもそれがどこかに引っかかって、下まで落ちることを防いでくれるというものです。また仮に高い追突荷重がかかった場合はですね、根元にあるショックアブゾーバーのような機構が展開してある程度衝撃を吸収してくれるようになっています。概要欄に他の方が作られたクレタンシュタイグセットの使い方についての動画、こちらをリンクに貼っておきます。ドイツ語ですけれども見ていただければどういった使い勝手なのかっていうことは分かっていただけると思います。
仮にクレタンシュタイグをつけていてもですね、墜落距離が結構長く出ますので、絶対に落ちないということが前提になって使うべきものかなというふうに個人的には解釈しています。あと指先の出たグローブをつけている方も大勢いらっしゃいますね。これは指先はもちろん山というか岩を登るために使うんですけども、ワイヤーをどうしても手で掴んでいなければいけないせいで、時々ワイヤーのささくれで手を切ってしまったりしますので、もしそういうことが心配な方はですね、クレタンシュタイグを購入する際にグローブも一緒に用意するのがいいのかなというふうに思います。ここは今登り始めて大体5分くらいのところだと思いますが、もうすでにかなりの高度感があります。登り始めて15分くらいで最初のピークに到着します。今回の縦走では3つのピークを踏んでいきます。このピークに十字架が立っているのもアルプスらしいですよね。まだまだ序盤ですので、最初のピークはさらっと通過していきます。はい、ここでですね、2つ目のピークに向かう過程で一度かなり高度を下げます。この下りの際もクレタンシュタイグセットを使って安全を確保しながら降りていきます。非常に危なっかしいところに立っているように見えますが、実際ここはすごく人気のコースですので、足場はかなり安定していますし、次どこに足を置くべきかということも非常に分かりやすくなっています。墜落距離が短くなるかなと思って、なるべくクレタンシュタイグセットが引っかかってからなるべく伸ばして次にかけるということをちょっと心がけてやっていました。今下を一度確認して、あそこまで下るんだって今思ってるところですね。ここはですね、ケーブルが少し緩んでいましたので、岩場に両手をついて下る方が安全だなと判断して、クレタンシュタイグのセットはワイヤーにかけずに下っていますね。今回は一人での参考でしたし、絶対に落ちられないので、かなりゆっくりゆっくり進んでいます。ここは一度降り切ってまた登り返しているところです。岩肌は結構全体的に脆いので、登る分にはいいんですけども、下るときは滑らないようにかなり注意していました。打足ですが、ここで一度宿事情についてお話ししようかなと思います。8月、7月もですね、ヨーロッパ全体的にバケーションシーズンなので、ホテルを直前に取ろうとするとかなり手こずります。インスブルックの市街地に宿を取ってここの山に遊びに行きたいなという方はですね、ぜひ3ヶ月くらい前にホテルの予約をしていただくといいのかなと思います。
登山の後はですね、ホテルにサウナがあったらサウナに行ったり、あとは旧市街地でビールを飲んだりっていうのが最高の体験かなって思います。はい、2つ目のピークの直下まで来ました。ここはですね、かなり高度感があるところを横ばいに歩いていくところなんですけども、ワイヤーはかなりピンと張ってあって非常に安心感がありました。足場はいいといえ、ここはかなり高度があるところですので、かなり慎重にクレダウンシュタイルをセットしながら進んでいます。はい、2つ目のピークですね。オーストリッシェカーミンシュピッツェですかね。ちょっと読み方わかんないですけど、到着しました。標高2435メートルですね。すごい景色です。インスブルックの街が綺麗に見渡せます。じゃあちょっとここで一息休憩をしてから次のピークあっちに見えてますけども、引き続き行きたいと思います。先ほど僕のお聞き苦しいドイツ語の発音がありましたが、ドイツ語勉強したことある方なら共感していただけるかなと思うんですけど、オーウムラウトの発音って難しいですよね。で、カーミンシュピッツェでどういう意味かなって調べてみたら、カーミンっていうのは暖炉って意味なんですかね。シュピッツェが頂上で、なんか煙突の上みたいな意味みたいですね。ノルドケッテは北の鎖ですかね。ドイツ人の同僚に確認して間違ってたらコメント欄にでも訂正しておきます。このようにですね、高度感がかなりあるところをずっと進んでいきますので、体が疲れるというよりは結構頭が疲れてくるような感覚があって、なるべくちょくちょくと立ち止まってふーっと息をつく時間を作りながら進むようにしていました。ここはですね、岩の隙間から冷たい風が吹き抜けててすごく気持ちいいところでしたね。で、登ってる途中にちょくちょく下を見てると思うんですけども、野生のヤギの親子がいました。 iPhone で撮ってみようと思って撮ってみたんですけど、なんか全然うまく撮れてなくて岩の向こう側に行ってしまって、ちょっとここには載せられなかったんですけども、よくこんなところを歩けるなっていうようなところを2匹のヤギが歩いていましたね。ちょっと動物に詳しくないので何という名前のヤギかがちょっとわからないんですけども、もしご存知の方がいらっしゃいましたらコメント欄などで教えていただけるとありがたいなと思います。2つ目のピークから3つ目のピークまでが結構長くて、体感で1時間ぐらいかかったかなと思います。登ったり下ったりを繰り返して、ここはほとんど垂直に登っているところですね。ルートの難易度自体もこの2本目から3本目の間が一番難しかったなっていう感じがしました。
吊り橋です。おお、揺れる。ここにワイヤーがあるので、ワイヤーかけながら、ワイヤーにクレタンシュタイグセットかけながら進みますね。よいしょ。このコース一番の見どころですかね。はい。はい。ようやく今日最後のピークですね。着きました。十字架があります。ここに来るまでに、こちらに見えるですね、稜線をずっと歩いてきました。で、ここからはですね、ここがピークで、ここの稜線をダーッと下っていって、あそこのなだらかになってるあたりからですね、下山していきます。そうして、あそこに屋根が見えていますが、ここですね。ここに見えてる、ケーブルカーの駅まで、気持ちいいハイキングをしていくっていうような感じになると思います。確かケーブルカーの山頂駅に着いたのが何時でしたっけ、11時半ぐらいだと思います。で、今が、2時半くらいなので、3時間、僕の足でだいたいここまでが3時間くらいの、ルートでした。ケーブルカーの駅まではそれよりももっと短い時間で行けると思いますが、最終が確か6時半ですかね、あっちの駅はだと思いますので、頑張って下っていきたいと思います。コースどこか、こっちか。よいしょ。なんだかんだとこの3つ目のピークからの下りも手こずりながらここまで下ってきました。この足元が緑色になってきたら分岐場でもう少しですね。この辺りはルートを探すのがちょっと難しい部分があるので、注意してルートファインディングをしていただきたいところですね。はい、じゃあ稜線をずっとこう歩いてきて、今ここの分岐に着きました。ここからですね、インスブルックの町の方に、下るような道をずっと歩いていくと、ケーブルカーの低い方の駅ですねに、着きます。ここからは危険な箇所はないと思いますので、もうヘルメットもしまいまして、クレタンシュタイグのセットも、外しました。で、今回なんですけど、僕が想像してたよりも結構気温が高くて、黒の長袖でちょっと失敗したなっていう感じがしました。ヨーロッパのハイカーの方々って結構半袖短パンかで、歩いたりしてる方々もいるんですけども、僕は長ズボンを履いた方が結構膝打ったのでいいんじゃないかなっていう思います。ある程度こうスレに強いですね。ズボンを履くといいかなとは思います。時々こう難しいポイントがあるんですけども、それも非常に面白くて、クレタンシュタイグってそもそもがこういう難しい山でも、僕みたいにこう山登りそんなに上手じゃない人でも楽しめるようにっていうことだと思いますので、ぜひ足を運んでもらって、アルプスを堪能してもらえるといいんじゃないかなという思います。はい、では駅の方に下っていきます。はい、今回の動画はここで終わりたいと思います。
僕はこうやって初めて動画を作ってみましたので、もしこんなことが知りたいよとか、こういうところをもっと見たいよっていう、ご意見とかがあればですね、ぜひコメント欄の方に書いていただけると、今後の参考になるかなと思います。高評価とチャンネル登録もモチベーションになりますので、ぜひお願いします。それでは。